いや、いつまでもさ、同じ方法だと飽きちゃうんじゃない？いや、これ、いつまでも同じ方法だと飽きちゃうんじゃないかなと思って。いや別にいいと思うけど、強度も最高だし、合理的だし。で、それはわかるけど、もうチャレンジが必要じゃん。いや、この安い、うまい、早いが良かったんじゃないの？で、それだけじゃダメだって。新しいチャレンジが絶対いるよ。弟が言うように、人生何事も新しいチャレンジが必要ですよね。今回は前回のプロジェクト、まな板を作った時に出た端材を使って新しいチャレンジをしてみたいと思います。作るのはスツールです。世界に一つだけしかない、本当に独創的な一つだけのスツールを作っていきたいと思います。そして今回はポケットホールだけではなく、他の接合にもチャレンジしたいということで、新しい接合にチャレンジしていきたいと思います。ルーズテノンジョイントと呼ばれる補助の一種の接合にチャレンジしながら、そして余った材料を有効活用し、さらに世界に一つだけしか存在しない、もう一度同じものを作ってくれと言われても作ることのできない、たった一つのデザインに仕上げていきます。余った材料を使っているので、一旦接着してからもう一度2つに分けるという少し手間のかかる作業が入っています。製材が終わったら図面通りの寸法にカットできるようにマーキングナイフで線をつけていきます。全く同じ長さ、全く同じ角度になるのがベストです。補助穴を開ける精度を決めているのは、この毛書きの作業がほとんど全てを決めると言っても過言ではありません。ただ補助穴を開けるにしては一体何を描いているのかなと思われた方、かなり鋭い方ですね。この後の補助穴の開け方を見ていただければわかります。早速補助穴を開けていきましょう。今回補助穴を開けやすくするためにモーティサーと呼ばれるジグを作ってから補助穴を開けています。作り方を見てみたいと思われる方はメンバーシップ動画をご覧ください。少しずつ掘り下げていきます。きれいな補助穴を開けることができました。テノンもちゃんと入ります。あとはこの作業を接合部分に対してひたすら続けていきます。今回の新しいチャレンジのもう一つは、曲線部の加工をやってみるということです。テーブル層や丸ノコでできる加工だけでなく、美しい曲線を描くことができればレベルアップすると思ったので、新しいチャレンジの一つとして足の内側を曲線に加工することにチャレンジしてみました。ただこのチャレンジ、ジグソーで加工することを目論んでいたのですが、全く歯が立ちませんでした。つまり手加工でやるしかないということです。手加工であっても電動工具であっても新しいチャレンジに変わりはありません。
この後私がバンドソーを買うことを決意したのは言うまでもありません。ストレッチャーの加工に入ります。ストレッチャーは合書きで組み合わせます。新しい挑戦の集大成がやってきました。ルーズテノンジョイントでこの足部を組み立ててみます。準備したテノンストックに接着剤をしっかりと塗布して打ち込んでいきます。たったそれだけのことです。ただあまりにも熱中しすぎて、この作業実際夜にやっているのですが、マイクの電池が切れていることにも気づかず、無音でずっと撮影し続けていました。そのくらい新しいチャレンジ、新しい工法というのはやはり楽しいものです。製材から墨付け、カットに至るまで、すべての精度をこの新しい工法のためにいつもよりも精度アップする、そういうふうに努力してきたつもりです。このクランプをかけている時、本当に楽しすぎてニヤニヤしてしまって止まりませんでした。このチャレンジ本当にやってみてよかったです。一晩接着剤が乾いた後、木殺しをしてから組み付けます。ここからはマイクの充電も復活です。これが組み上がれば足の部分は完成ですね。さあ気分を切り替えて座面に取り掛かります。この座面を作るときに一番大変なのは端材を使っているがゆえに、どの材料が使えてどの材料は使うことができないのか、一つ一つしっかり見極めなければいけないということです。しかも最終的に足りるかどうかも計算しないといけません。カッティングボードだけの端材では足りなそうなので、他の端材も仲間に入れておきます。端材なので長さもまちまちです。長さも切り揃えておきます。似たような板厚だけが集まるとつまらない絵になるので、少しランダムに板厚をばらしておきます。接着のために表面をきれいにしています。これが1回目の接着です。
接着剤が乾燥後、オフカメラで自動カンナを使ってきれいに仕上げてあります。短冊状にカットしていきます。短冊状に切り揃えたら、小口面が座面の上を向くように一度転がします。その後柄が交互になるように互い違いに一つおきにひっくり返します。こうすることで接着界面が一直線にならず、互い違いに補強されるため強度も飛躍的に上がります。そして何よりも見た目が独創的になります。これが世界に一つだけと言っている理由です。そしてこれが2回目の接着です。通常ここまで手間のかかることはあまりしたくはないのですが、世界に一つだけオリジナルのものが欲しいと思うときはいつも私はこのスタイルを取り入れるようにしています。正直言ってこれからお見せする工程はあまりお勧めできるものではありません。自動カンナを使って表面をきれいにしていくのですが、せっかく作ってきたこの世界に一つだけのボードが欠けてしまったり割れてしまったりするリスクが非常に高いです。本来であればドラムサンダーという機械をお勧めするところなのですが、私の工房にはそれがありません。ではどうやって自動カンナで加工したのか。答えは一つ。普段の10倍手間をかけました。なんでこんなにツルツルなんだと思わせるための答えも一つです。手間をかけることです。焦げないように何度かに分けて面取りをつけていきます。
それでも焦げてしまうことはあります。新しいチャレンジをしながらここまで丁寧に作ってきたつもりです。細かいところまで手を抜くわけにはいきません。私が目標にしているウッドウィスパーのマークも言っています。仕上げを良くしたければシンプルに研磨にかける時間を増やせと、いつもに増して丁寧にサンディングをしてみることにしました。納得いくまでこだわり続けます。オイル塗装する前というのは楽しい気持ちと緊張する気持ちが入り混じります。皆さんが何か新しいことにチャレンジして結果が出たとき、どうでしょう。こういう結果が出たとき、どう思うでしょうか。そうです。結果が良かろうが悪かろうが、新しいことにチャレンジした、それだけで高い価値があります。
いかがだったでしょうか。世界に一つしかない完全無垢のスツールの制作を楽しんでいただけたでしょうか。通常の座面に比べたら相当な手間がかかっているということは分かっていただけたんではないでしょうか。この動画の途中に出てきたジグの制作方法や使い方についてはレッスン動画としてメンバーシップ限定でご覧いただくことができます。合計しておよそ120分の解説をしながらステップバイステップで一つずつ工程をご覧いただくことができます。またこのスツールの作り方についても100分を超えるレッスン動画としてすでにメンバーの方には配信中です。月190円からメンバーシップにご加入いただけます。ただしご加入いただくレベルによってアーカイブ動画を閲覧できる期限が異なりますので早めの加入をご検討ください。いつでも解約することができますので気軽に加入してみてくださいね。もちろん気に入った動画やレッスン動画がアップされてからのご加入もできますのでその場合はチャンネル登録をしてご自身のやってみたいレッスン動画が配信されるまでお待ちください。そしてインスタグラムをフォローしていただければ日々の工房の様子を発信していますので次どんなプロジェクトが来るのかすぐにわかりますからぜひフォローしてみてください。さらに完全無料のメルマガで木工に関する情報もお届けしています。こちらもクリックだけで解約できますしノーリスクですのでぜひ購読ください。またこのスツールの図面は無料でダウンロードしていただくことができます。私のウェブサイト概要欄のリンクから確認してみてください。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。